プラ式チャンネル。どうも皆さん、プラ式です。本日は機動戦士ゼータガンダムに登場し、数十年越しのキット化となったこちら HG144 分の1ボリノークサマーン、2024年11月30日発売、販売価格3520円のこちらをレビューしていきたいと思います。そしてパッケージアート、しっかりジオとパラスアテネも背後に写っていますね。かっこいいですね。そして最新キットなので、どのような感じのギミックなどがあるのか楽しみに作っていきたいと思います。それでは早速内容物チェックに行きましょう。内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。そしてランナー数広げてみたんですが、このような感じ。6袋入ってたので、ランナー数もそこそこの数が入っていましたね。HG にしては結構多い方ではないでしょうか。それではランナー見ていきたいと思います。まずこちら A ランナーから、全て新規のランナーとなっているみたいですね。ディテール細かく入っているパーツなどもあります。これがレドームと言われる頭部のレーダーのパーツですね。そしてこちらが B ランナー。緑の成型色の発色がいいですね。モールド結構控えめな印象です。そしてこちらが C ランナーとなっています。こちらもまたちょっと違った色の緑がいい感じの色になっていますね。そしてこちらが D ランナー。このような感じで同じパーツもあるみたいですね。こちらも緑の発色が綺麗ですね。そしてこちらが E ランナーなんですが、結構プラスチックの素材としては新しいキットになるので、最近のプラスチック素材が使われているような、そのような感じの印象を受けました。そしてこちらが赤い G パーツとなっています。このような感じですね。そしてこちらが H パーツとなっているんですが、内部関係のパーツですね。この動力パイプなんかもなかなか特殊な形をしてるんじゃないでしょうか。こちらも同じくですね。マニピュレーターなんか結構細かくなってると思います。そしてこちらのパーツのみシナンジュのエフェクトパーツが使われていました。そしてこちらもビームサーベルのエフェクトパーツ。そしてポリキャップがこのキット使われていますね。そしてこちらがホイールシールとなっています。このレドームのシール独特ですね。それでは説明書見ていきたいと思います。見開きタイプのカラーと白黒の説明書となっていました。パーツ数も多いので、工程数もあるみたいな印象を受けました。一部カラーとなっていますね。このような感じで組み立ての説明もカラーとなっています。このような後ろにも設定画等も書かれている説明書。結構最新キットなのでしっかりと内部まで書かれているようなイメージでした。そして余剰パーツなんですが、新規パーツのためほとんどないんですが、一部に余剰パーツが出るような作りとなっているようです。それでは組み立ててみたいと思います。まずこちら頭部のレドームのレーダー部分のパーツ、このようなシール分割ですね。そして頭部なんですが、これいいですよね。2個付属をしています。このレドーム展開バージョンと通常バージョンの2つが作れるという感じになっていました。この物合いの部分なんですが、このようにつまみで動かすことができるようになっていました。しっかりと動きますね。そしてこちらがエフェクトパーツなんですが、このような感じで付けるんですが、この2個が余ってしまうような感じになっていました。一応付けられるんですけど、こっちの柄の部分には付けられないようになっていましたね。プラ式チャンネル。さあ、各部のパーツ作ってみたので、取り付けや可動域なんかを見ていきながら組み立てたいと思います。まずこちらが腰部のパーツですね。このように付け根が動くようになっていました。そしてこの位置に関してはポリキャップでのジョイントとなっています。軸でジョイント。このような感じの下半身ですね。脚部かなりシンプルにまとまっているんじゃないでしょうか。全体的に足が細いようなイメージなんですが、この展開するとかなり可動域広いですね。前後へもしっかりと干渉するものがないので可動域はかなり広いと思います。底面にはアクションベース用の穴もついています。そして膝なんですが、結構二重で曲がるような感じの作りとなっていました。つま先もこのような感じで可動域が設けられています。足裏少し肉抜きがありますね。
この位置になるんですけれども、そして足首自体もこのような感じ、前後へも少し可動域が設けられているといったところでしょうか。この位置なんか色分けもしっかりパーツでされていますね。この太ももの位置なんかもパーツで色分けされています。この合わせ目なんかは段落ち処理という感じでしょうか。背面部分にありますね。そしてこのサイド部分も段落ちモールドのような作りとなっていました。結構コンパクトな下半身となっています。そしてこちら胴体部分、この首の部分はスライドで動くようになっていますね。そしてこのフロントスカートの部分というか、そしてこの胴体部分も左右なんかにボールジョイントのため結構動くようになっていました。このような感じの胴体ですね。そしてこの部分は KPS での接続となっていました。ボールジョイントでの接続。そしてこちらはポリキャップとなっています。なかなか珍しい作りじゃないでしょうか。この位置なんか稼働しますね。この肩アーマーなんかもこのように可動域設けられています。そして結構柔軟に新しいキットだけあってかなり可動域広めにこの腕部取られています。肘なんかも結構曲がりますね。しっかり水平の方まで上げることもできるようになっていました。がっつりと動きますね。可動域かなり上半身広いんじゃないでしょうか。さすが最新キットというところ。そしてこの肩の部分のパーツなんですが、ここ展開することができます。ここ単が特にギミックというよりは、カバーつけてるところをこのようにちょっと外してみるとですね、ここがカバーしてる根元が動くという作りになっていました。さあ、そしてこの位置なんですが、専用のシールドがつくようになっています。シールドは結構珍しいタイプで、このように縦軸での接続となっていますね。こちら側、このように少し溝があって、そちらとはめ合わせるような作りとなっていました。結構しっかりと、ここ保持されるような作りになっていました。この位置に、合わせ目を合わせてはめ込みます。このような感じの上半身ですね。結構ムキムキした感じになっているんじゃないでしょうか。この専用シールドなんですが、このようにアームの部分動きます。結構可動域広く取られていました。このような感じで開くこともできますね。そして裏面にはこのようにビームトマホークを収納できるような作りとなっていました。しっかり2本収納できるようになっていますね。そしてマニピュレーターなんですが、平手パーツが左手のみ付属していて、他は通常の握り手が付属という感じでした。この左手なんかは少し色分けされていますね。この赤い部分なんか。そして合わせ目なんですが、この肩の位置に合わせ目が少し出るのと、肩部分、このように段落ちモールドになっています。少しこの辺りは工夫されているんでしょうか。そうですね、この腕部の位置なんかも合わせ目らしい合わせ目という感じはないんですが、こちらもそうですね、少し合わせ目が見えるかなという感じ。そしてこの位置なんかは段落ちモールドとなっていました。結構あんまり気にならないかなという感じがしましたね、見ていて。さあ、そして頭部なんですが、このようにボールジョイントで接続。頭部かなり可動域広めに取られています。左右前後へかなり動きますね。アクションポーズが取りやすいような印象です。そしてこちらバックパック部分はこの2つの軸で接続。そしてこちらの穴の位置にこの動力パイプをはめ込むような感じなんです。はめ込むというか、置いておくみたいな感じですね。このバックパックかなり迫力があります。単体で見るとこのような感じ。しっかりバーニアの内部なんかもこのように赤のパーツで色分けがされているような感じになっていました。結構それぞれこのボールジョイントになってるんですが、ある程度動くように作られていました。このような感じですね。裏面から見てもこの位置もボールジョイント、このパーツもボールジョイントとなっています。
さあ、それでは下半身と上半身、ボールジョイントでポリキャップでの接続となっていました。このような感じで、かなり上半身が大きいので、下半身がすごく小さく見えますよね。このような感じとなっています。そして、この腰の部分なんかはかなり可動域広いですね。アクションが自由に取れそうな予感です。さあ、こちらでボリノークサマンの完成。さあ、ボリノークサマンの素組み完成しました。このいでたちかなりムキムキですね。上半身が大きいので余計そういう風に見えちゃうんですが、この背面のバックパックなんかもかなり目立つような作りになっていました。大きいですね。ただ下半身ちょっとちっちゃいのでバランスが少し取りにくいなという感じでした。アクションベースなんかを使った方がしっかりと保持できるとは思います。少しポージング見ていきたいと思いますが、アクション結構可動域も広いためポーズ取りやすいですね。かっこいいポーズが取れるような感じのボリノークサマンとなっていました。さすが最新キットといったところでしょうか。さあ、これで PMX シリーズ001から003まで全て揃いました。やっとですね。かっこいいですね。並べるとかなりいいんじゃないかと思います。さあ、素組みのボリノークサマーン最予想のレビューでしたが、皆さんどのような印象を持たれたでしょうか。それではエンディング。今回 HGUC144 分の1ボリノークサマーンを素組みした感想ですが、数十年の時を超えてキット化されたこともあり、成型色も綺麗に再現がされていました。合わせ面は少し出るものの最低限に抑えられているといったところでしょうか。また段落ちモールドなんかにもなっていました。また最新キットだったのでポリキャップレスかと思いきや KPS とポリキャップの複合という珍しい組み合わせが採用されていました。経年劣化も見据えての組み合わせかもしれませんが、なかなか関節強度は悪くない感じがしました。頭部パーツも差し替えで2タイプ付属しているのも嬉しかったですね。お値段は最近の HG らしく少しお高めですが、数十年越しのキット化ということもあり、満足いく仕上がりになっていたと思います。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。